今回何にしようかなと思ったんですね。でもう今年も12月になりまして、でいろいろ考えてて、うん。なんちょっと急にドキドキしてきた。あ、またや、来た。はいはい。来た。恒例のやつよ。見覚えがあります。なんか見覚えありますありますね。恒例のやつよ。京子、グッピー、栗山の共有クリスマス。去年参考になったんですかね。どうやろうか。返信ありました。返信あった。アドバイス通りうまくいきましたみたいな。全くないです。それぞれ。ありがとうございます。はい。じゃあ題して共有クリスマスはい。の2022年はい。バージョンということで、テタレさんからです。はい。私は去年のクリスマスに女の子に誘われて行きました。うん。で、私はあまりコミュ力がなく、感情もあまり表に出ません。うん。例えばイルミネーションとか見ても全く何も思わない。は。ですからきっとつまらなかったと思います。うん。申し訳ないなと思っていたら、今年もう一回誘われました。ほ行くべきだと思いますが、また黒歴史になりそうで怖いです。こんなヘタレな僕をどうしたらいいでしょうか。でも行った方がいいですよね。う。うん。まあ、彼女のことが嫌いじゃないんでしょう。だって一緒に行きたくなかったら誘わんやん。女性はね。うん。でも確かにそうだ、同じ人なのか別の人なのかっていうのはちょっと書かれてないから何とも言えないですけど、そっか。それにもよるよね。で、本人は別の人かなと思いますけどね。だからコミュ力がなくてそんな感動とかもしないけど、でもまあ声はかかったりするってことですよね、言うたらね。まあ本人が言いたく、でも悩んでるってことは行きたいけどどうしましょうかですから、これは多分。そう、自分の反応がね、うん、あんまりできないから。そうそう、気にしちゃってるからって。でもそんな君のことが好きなんだから行ったらいいんじゃないと思いますけどね、別に。そうよ。普段の彼を見ててそうなんでしょうか。そう、だって無理にさ、そのなんていうの、わーとか言う必要ないし、はいはい。もうそんなんしょったらずっと普段の生活もさ、わーとかあーとか言わないけんくなるやん、私みたいに。自分で言ってもらってよかったです。そうやろ、お先に言った。はいはい。まあそうですね。いや、言っていいと思いますけどね。うん、別にいいんじゃない、いいと思うよ。変にうるせえやつより。確かにこれで誘ってきてる女の子はそういうところも含めて好きなのかもしれないね。クールなね、その感じがさ。街で見かけて声かけられたわけじゃないでしょうからね、だって。でも自分でちょっとコミュ力ないんですよ、感動がそんなにって思ってるってことは、そうはちょっとはなりたいとかもあるかもしれないですね、彼もね。でも同時的にから。でもそれをもしかしたらその彼女のことが好きになったりすると、自分の中でも勝手に頑張れるかもしれませんね、少しね。そうね。それからだね。じゃあお二人の答えとしては、まあせっかくそういう誘いがあったんだから、まあ今回は行ってみてはいいんじゃないかと。行ってみた方がいいと思いますけどね。いいと思います。わかりました。ごめん、大したことない。めっちゃ不安です今。大丈夫です。去年もこんな感じだった。そうよ。素朴な疑問さん、美人とブ男のカップルはよくいるのに、イケメンとブスのカップルがなかなかいないのはなぜですか。ほう。いや、今いるって言ったら失礼かもしれないですけど、その人、いや、みんなバラバラやから多分そんなことないんじゃないですか。でも比べるとやっぱその後者の方が少ないね。ブスな人っていませんしね、そもそも。心がブスな人はおるよ。そうですね。あ、珍しくご飯そうですね言ったよ。あら。ご飯粒残すとかでしょ。そう顔が
ご飯粒残したりご飯粒残すとかね、なんていうのかなね。あと私が思うのは、私が知ってる女の子お友達だったり女の子たちは性格いいでやっぱ可愛いの見た目が。でもはっきり言ってブスは性格もブスなんよ。なるほど。顔に出る。可愛い子は可愛い子でやっぱねちょっとチヤホヤされるじゃない、男女関わらず、それやっぱ気持ちの余裕あるし、それがやっぱ顔に出るのよ。ほらしかめっ面しとったらやっぱブスやん。そうですね。非常にセンシティブな内容ですね。栗山さんずーっと苦い顔してます。ペンネーム何でしたっけ？何さんでしたっけ？素朴な疑問さん。素朴な疑問さんですか。もっと疑問に思うことあるからそっちに目向けていいかなっていう気持ちですね。じゃあ次、大学生です。クリスマスに好きな人とご飯を食べに行きます。で付き合っていないので、そんなに高価なものをあげるのも重いかなと思うので、大学4年生男子が喜びそうな軽いプレゼントはありませんか？プレゼントか高価すぎずギズモのぬいぐるみとかでいいんですか？グレムリンとか誘った誘わないあるけど彼が用意してるかどうかは分かんないですけど、ね、男の人も難しいですしね。そうね、そうネックレスとかあげたら重いかなとかさ。もちろんですね、あなたに首ったけみたいなやつでしょ。そうだから俺はあれあげたらいいと思う。何？柏うどんいいのがあるんですよ僕らの。だからうどんとそばをあげてだってほらこれ年越しも使えるし食べれるし温まるしで一緒に食べようでもいいしで一緒に食べて私はうどんよりやっぱりあなたのそばがいいとか言ったらいいじゃないですか。ね全然カメラ見れんわ恥ずかしい。だいぶ例外でしょ。メリークリスマス。みんなが栗山やないけどね。でも栗山に聞いてきてるわけでしょ。そうねそうやけどそれぞれほらキャラクターがあるじゃない。全然いいと思うけどな。だってでもプレゼントが良かったから付き合えるとかいう話でもないでしょ。プレゼントせんでいいと思う俺はもう。ご飯食べれる。その後の進展があった時に改めてでもいいじゃないですか。なんかプレゼントとかって別に。それも一つ選択肢として大事ですね。でどうしても軽いプレゼントあげたいやったらもううどんかそばです絶対。それぐらいがいいです。これ答えになるかね。なんかでもそれぐらいもう良くないですか。俺この質問でこんなに迷宮入りするとは思わなかった。いやうどんとそばと思う。じゃあ最終的な答えはギズモのぬいぐるみか柏うどんそばかなというところがありますけどね。良いですかそれで。ちょっとあまり賛成しないな。じゃあ質問者ジョニー・デップさん。本名出た。ひらがなで来てます。和製。童貞です。なんか今回共有チャンネルは何なんですか。そういう感じでいくんですか。童貞です。はい。童貞です。はい。先月結婚したのですが、夜の営みはやはり自分からリードした方が良いですか。婚前交渉はなかったってことですよね。ということでしょうね。いくつぐらいなんでしょうね。全くその辺の情報はない。相手の方は経験が終わりなんですかね。だと思います。だったら別に委ねたらいいですよね。もう答え言っちゃったけど別にリードする必要ないんじゃないですか。そう相手に言ってるかどうかにもよるけどね。そうね。その興味ある童貞と興味ない童貞って全然違うじゃないですか。まあそうね。興味あればね試行錯誤とか努力とかいろいろあるけど、ただ僕が思うにはその童貞なのになんか分かってるふりはしない方がいいと思うんですよ。そうですね。
そうこれもうさっきみたいに長くなるけどいきなり答え放り込んできたしいやこれは僕の思うところです、いやだってもう申し訳ないけどさ、どうやってやったらさ入り口がどこかもわからんわけやんそうや全てにおいてのね、そうそう、全てにおいてですね、もしかしたらコミュニケーションの入り口から分かる、そうどうやってとかってことでしょ、何もかものね、けど自分からリードした方が良いですかって聞いてるから、あ、しなくていいよ。でも雰囲気作りだけはした方がいいんじゃない？それも分からんやん。でもそっか、分からんよね、その入り口も分からんもんね、嫌なんですかね、例えば女性だったら相手が、女性側の視点を聞きたいよね。そういうのがまあまあ本当いや知らんのにされてこうなんか違うよっていう方が嫌だ。違うとかあるんですかいや分からんけどさ私を。でも結婚して1ヶ月経ってるんでしたっけ？そうですね、先月結婚したんですよね。でももうしてますよね、この質問来てるこの来てる時点でファックスじゃないんかね、もう終わってますよね。ねえ、この回答待ちだったらどうするんですか？すごい今日どうのリードという意味では男性から声をかけていいとは思いますけどね。そうね、誘うっていうリーそうドだったら、そう、まあ女性はちょっとそういうのは恥ずかしい部分がねあったりすあるかるかもしれないらね、女性から誘うしかも彼女がそれを知ってるんやったらまたね、それをどうして言っていいんかな、どうかなとかもね、はい、じゃあということで、1年越しのね共有クリスマスをやってみましたけど、まあ多分前回と同じように多分コメントは来ないと思いますけどでもね、どんどん来年のクリスマスはこう実はメタバース上に彼女ができたんですけどとか、そんな話がまたね、未来が変わってるかもしれないんで、まあでも諦めずに、もしね、なんか私こう思いますとかがあればね、そうです、全然その方たちのためにもですね、なんかどしどしコメントをお寄せしていください。ただいても、はい、その1年じゃあ今年の撮影はこれで終わりますので、また来年も引き続きね、いろんなこともやっていこうと思ってますので、お願いします。来年もよろしくお願いします。メリークリスマス普通やろ